皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマはメンタルです。というのもですね、前回エピソードトークについてご紹介しました。フリートークで話すっていうのは基本的にはエピソードトークがいいですよというお話をしたんですけれども、私はですね、ラジオ局でもともと働いていたので、ラジオってエピソードトークが基本なんですね。ラジオってフリートークの部分がかなりあって、フリートークで喋るのはエピソードトークっていうのをもう入社した時からもうずっと習ってくるので、エピソードトークっていうのがいかに重要かっていうのを認識しているんですけれども、これそのフリートークをすることがないアナウンサーの方、基本的にはニュースを読むとか中継をするという、そういうアナウンサーだったりとか、あとは、一般の生徒さんでもエピソードトークっていうのが結構難しいと思っていらっしゃる方が多いんですよね。自分が喋りを教える立場になってからそれを初めて気づいたんですけれども、エピソードトークが難しいなって思っている方が、構成が難しいとかじゃなくて、メンタル面でブレーキがかかっているっていうパターンが結構多いなと思ったんですね。例えばですね、私の話なんて誰も興味がないはずだからエピソードトークなんかできませんとか、私の話でみんなの時間を奪うのは申し訳ないので、もっと役に立つ話の方がいいと思うんですとか、私の話なんてもう絶対つまんないからフリートークなんかできないですみたいな、こういうちょっとメンタルの強いブレーキっていうのを抱えていらっしゃる方って多いんだなというふうに思いまして、このメンタル面が解決されないとエピソードトークの内容作りっていうのになかなか進めないので、今日はですね、メンタルの話です。3つのメンタル問題を解決していきます。スピーチトレーニング。それではメンタル問題その1、誰も興味ない。いや、私の話なんて誰も興味ないはずなんで、役に立つ話の方がいいと思うんですよね。このお悩みはですね、言ってしまうと思い込みって言っていいかなって思います。誰も興味ないって思っているのは自分だけだったりしますね。はい。例えば朝礼でフリートークをするという時に、自分が職場の同僚に30人の方が聞いてくれているとして、30人、2、30人全員自分の話に興味がないって決めてしまうのは、ちょっと聞き手に悪いですよね。何人かは興味がないっていう人もいるかもしれないですけれども、全員興味がないっていうふうに決めてしまうのはちょっと聞き手に悪いなというふうに思います。自分が同僚の話を聞く側になった時はどうですか？プライベートの話とか聞きたいと私は思うんですよね。仕事だけの関係性だけれども、朝礼の時だったら同僚のプライベートの話が聞けるっていう風になったら、その話を聞いて親近感が湧いたりとか、もっと仕事がしやすくなるとか、いろいろそういうメリットもあると思うので、自分の話に興味みんな自分の話に興味がないなんていうふうには思わないで、どんどん自分の話、役に立つ話とかに逃げないで自分の話どんどんしてほしいなというふうに思います。スピーチトレーニング。メンタル問題その2、みんなの時間を奪っている。これはですね、例えば私の話でみんなの時間を奪うのは申し訳ないので、何か役に立つ話をした方がいいと思うんですねとか、あとは早く終わらないともう迷惑がかかっちゃうなっていうふうに思うので、みんなは5分ぐらい朝礼で喋っているんですけど、私はもうできるだけ短く30秒ぐらいで終わらせた方がいいんじゃないかなって思っているんですけど、こんなお悩みですかね。これはですね、長々と話すということをしなければ絶対大丈夫。そういうふうに思っていただきたいと思います。これ、例えば朝礼の時間が5分ぐらいっていうふうに決まっているのに10分も20分も話すっていうのはやっぱ長いですから、5分程度って決まっているんだったら5分程度に収めて、5分だったら3分ぐらいでもいいと思うので、3分ぐらいは取りたいなと思いますね。で、聞き手として長いなっていうふうに感じてしまう朝礼のパターンとしては、例えば自慢話になるパターン、これはやっぱちょっと長いなって思ってしまう可能性が高いですね。
でみんなの時間を奪うのは申し訳ないですって言っている方が自慢話を延々とするってことはまずないと思うんですね。でやってしまうパターンとしては、役に立つ情報を話した方がいいんじゃないかっていうふうに思って、情報の羅列に走ってしまう、役に立つ情報みたいなことになってしまうっていうパターンですね。それ悪いとは言わないですけれども、本当に役に立つ話だったら悪くはないんですけれども、情報って、今は調べれば出てくるじゃないですか。なので情報をたくさん喋っていくっていうよりも、エピソード、自分の経験体験っていうのを話していった方が面白くなることは多いんですよね。なので結果的に情報トークよりもエピソードトークの方が聞き手は体感として短く聞こえる、短く感じるっていうことは結構あります。なので自分の話をした方がむしろ迷惑がかからない、こういうふうに思っていただけるといいなと思います。スピーチトレーニング。メンタル問題その3、話が面白くない。私同じ毎日の繰り返しで面白い話なんて一切ないんですよ。私の話絶対つまらないので、私の話をするんじゃなくて役に立つ情報を話した方がいいと思うんですよね。みたいなパターンですね。これも言ってしまうと思い込みって言っていいのかなって思います。これご本人は面白くないって思ってるかもしれないですけれども、他の方は面白いっていう風に感じる出来事ってもうたくさんあるんですよね。その毎日同じ毎日の繰り返しだって思っている方も全く同じ毎日じゃないと思うんですよ。例えば出勤しているのであれば、大雨の中出勤することになっちゃったとか、あとは大雪だとか、あとはすごく風が強いとかいろいろありますし、あとは在宅勤務であっても在宅勤務中に Wi-Fi が切れちゃうとか、在宅勤務中にマンションが断水するとか、いろいろハプニングってあるんですよね。あとはもうちょっとプライベートの話、例えば趣味がゲームだっていう方だったら、ゲームの中で起こるハプニングとかもありますよね。あとは趣味が買い物、アプリで買い物だとかだとちょっと出来事としては弱いかもしれないけれども、アプリの買い物も何かしらありますよね。クレジットカードの更新ができないとか、何かハプニングってありますので、それはエピソードトークいいネタになりますね。で、つまらない話になってしまうパターンをいくつかちょっと紹介しておくと、例えば専門性が高くなってしまう話、これ例えば IT の専門家相手じゃないのに自分の体験としてシステムのバグを解消したっていう出来事、エピソードを専門用語満載で話したら、聞き手はちょっとわからない、だからつまらないになっちゃうというのはありますね。あとは面白い話、自分の話って面白い話じゃないから出来事を羅列しちゃおうみたいなことで、旅行の話をしようとして、草津に行きました。草津で湯もみをしました。温泉に入りました。ご飯を食べました。美味しかったです。楽しかったです。以上です。こうなってしまうと、これはエピソードトークじゃなくて旅先の説明になってしまうので、これはちょっとつまらない話になってしまいますね。エピソードトークっていうのは情報を羅列したりとか、いろんな出来事を箇条書きで喋るんじゃなくて、一つの出来事を詳しく話す。これが基本になります。例えば先ほどの草津旅行で、湯もみをしたという話があるのであれば、この湯もみの話を詳しくしたいですね。湯もみっていうのは草津でよく映像で流れますよね。大きな板を持ってお湯を混ぜるという行事ですね。これをやったのであればその時の話、例えば私草津に行ってきたんです。で、草津で初めて湯もみをしました。湯もみを今日体験したい方っていうふうに司会の方が聞いてくれて、で、私思い切って勇気を挙げて手を挙げたんです。で、いざ湯もみをしようと思ったら、周りで一緒に体験するのが全員子供たちで、みんな小学生だったと思うんですけど、大人が自分一人だったんですね。すごく恥ずかしかったんですけど、でもやってよかったんですよ、みたいな
感じで、このやった出来事を全部話すんじゃなくて、1個のことを詳しく話す。これがエピソードトークの構成になります。スピーチトレーニング。それでも話すことがないという方はですね、スピーチトレーニングをぜひですね、受けていただいて、もう遠慮なくご相談していただけましたら、私の方で構成整えますので、はい、ご相談いただけたら嬉しいです。まずはメルマガのご登録を。こちらもですね、話し方についての解説、毎週ラジオで配信していますので、ぜひご登録ください。動画教材も配信していますし、あとはグループレッスンをオンラインサロンの方でやっているのと、マンツーマンレッスンも随時お受けしていますので、よろしければプラン一覧をチェックしてください。今日もご覧いただきましてありがとうございました。